こんにちは。今日は横浜に来ています。なぜ横浜かというと、大好きな場所を増やしたかったから。実は横浜は私にとってちょっと近寄りがたい街なのです。学生の頃、おしゃれな雑誌にはよく横浜特集がありました。おしゃれじゃない私が横浜なんてとても行けない。そう感じていました。さらに私は埼玉県出身で海に強い憧れがあります。おしゃれかつ海がある横浜。行ってみたいけど近づけない。そんな貴婦人のような横浜という街。一人でじっくり来るのは初めてです。今回ゆっくり歩いてみて、少しでも横浜とお近づきになりたい。そして大好きな場所の一つになってくれたら、そんな思いで歩いていきます。貴婦人に挑むには、まず腹ごしらえからと中華街にやってきました。今日はブランチでお粥を楽しみたいと思います。大人気のお店ですが、平日の朝10時、すんなり入れました。ただ、お店はほぼ満席でした。年末の台湾旅行では、お粥も揚げパンも食べなかったので楽しみです。そして運ばれてきた揚げパンですが、大きいのです。想定外のサイズ。お粥は小さいサイズにして、できればこの後食べ歩きと思っていたのですが、中から海鮮が出てきました。出汁がしっかりしてて美味しいです。大きな揚げパンはちぎってお粥につけながら食べました。思った通り食べきるのに一苦労でしたが、最後まで美味しくいただきました。店員さんも明るく優しく、いいお店でした。お店を出ると飛び込んでくるのは食べ歩きができる美味しそうなものばかり。パンパンなお腹を抱えた私は見ないように通り過ぎ、こちらのお寺にお邪魔しました。台南でもお邪魔した媽祖様のお寺です。華やかな建物にお線香の香り。せっかくなのでお参りすることにしました。お線香をお供えした後は、廟の中でひざまずいてお参りします。お参りの方法は係の方が親切に教えてくださいました。ゆっくり神様と向き合う時間、いいですね。この言葉は、媽祖様のご利益が広く世に行き渡るという意味合いだそうです。せっかくなので、もう少し中華街を歩いてみましょう。あちらもこちらも食べ歩きの魅力的な看板が、誘惑に打ち勝つことができず、結局杏仁ソフトクリームを買ってしまいました。暑くなってきて喉も渇いていましたし、一つくらいは楽しみたいですよね。中華街を堪能し、そろそろ次の目的地に移動しましょう。
海の見える素敵な公園、山下公園です。水上バスもあるのですね。次は乗ってみたいです。いつも通り海を見ながらゆっくりと歩き、気づいたら30分も経っていました。少しベンチで休みましょう。海を見ていると時間が溶けます。海風が気持ちよくて、ついゆっくりしてしまいました。せっかくなので、より横浜らしい場所に寄ろうと思います。山下公園前に立つこちらの洋館は、ホテルニューグランド。なんと開業が昭和2年。もうすぐ100歳のホテルです。雰囲気がありますね。看板もクラシックで素敵です。ナポリタンやプリンアラモード発祥の地であるレストランもあります。今回は外から見るだけでしたが、一度は泊まってみたいホテルですね。まずはナポリタンから次回の楽しみにいたします。もう少し海沿いを歩きたくて山下公園に戻ってきました。人が集まるエリアがあり、近づいてみると可愛らしい花壇が並んでいました。もう少し洋館が見たいなと思い、海岸通りまで出ました。横浜開港資料館です。外壁は塗り直したばかりか綺麗でしたが、あまり洋館という感じがしないなと思いながら中庭に入ってみると、落ち着ける空間がありました。こちらは旧英国総領事館だった建物で、雰囲気のある落ち着いた洋館でした。外に出るとさらにもう一つ見えました。キングの塔という愛称で親しまれている国指定重要文化財だそうです。いちいちかっこいいですね。ゾウの花パークに着きました。こちらの公園の存在を知ったのはドラマ逃げ恥を見ていた時でした。待ち合わせ場所として出てきたのです。来るのは初めてです。みなとみらいがぐっと近くに見えますね。プロムナードと呼ばれる遊歩道があるので上がってみましょう。見晴らしがいいですね。調子よく歩いていたのですが、そこはやはり50代、ちょこちょこ休憩が必要です。では、いよいよ最後の目的地、赤レンガに行ってみましょう。明治から大正初期に倉庫として建設された歴史ある建造物。今はレストランやショップなどが入り、人気の観光スポットとなっています。
ベントをやっており、なんとこちらもお花だらけでした。建物に入ってみたら崎陽軒のお店があり、夫に約束していたシウマイ弁当、ここで買うことができました。今日一日横浜を歩いてきましたが、率直な印象は横浜は優しい街でした。勝手に気遅れして貴婦人のような街なんて思っていましたが、歩いてみると風景も建物も食べ物もみんな優しくて、品格がありながら親しみやすさを感じる街だと思いました。横浜散策成功の記念に素敵なカフェに寄りました。散々迷ってデカフェのコーヒーとレモンロールケーキにしました。今日楽しかったなぁ。嬉しくて欲張っていろいろ見て歩きましたが、どこも優しく迎えてくれて嬉しかったです。次に見てみたいところも見つけたし、またゆっくり来ようと思います。見ていただきありがとうございます。酒なし、車なしの50代が無理せず行ける旅行やお出かけをゆるく発信しています。旅行はしたいけど頑張りすぎないペースで行きたいなという方にゆったり楽しめる旅のヒントをお届けできたらと思います。気に入っていただけたらぜひチャンネル登録して一緒にゆる旅を楽しんでいただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。